はい、どうもゆうです。今回はですね、現時点おすすめフォワードを紹介していきたいなと思います。でですね、主に自分が使ったことある選手や相手に使ってて嫌だったなっていう選手がメインになるんで、ちょっと高額のね、こういうハムであったりとか、まだ使われてない選手ですね、使われて頻度が少ない選手とかちょっと紹介を外してます。なのでその辺はご了承ください。では早速やっていきます。まずはじめオリーセですね。これに関しては本当に相手にいて厄介ですね。縦への突破力もあるし、中への切り込みも含めて強いのと、あとやっぱ14万っていうすごいコスパ選手なので、使用頻度も多いなと思います。で、やっぱ高精度めちゃくちゃ入るなっていうところと、あと鋭いパス、大胆パスも持ってるんで、パスの選択肢もあるっていう2つの警戒をしないといけないってところが非常に厄介だなと思います。自分で使っててもめちゃくちゃ強いなっていう印象はありますし、相手にいても厄介な選手なんで超おすすめ選手になるかなと思います。しかも15万以下ということでコスパ選手になるんでおすすめになります。はい。1ページ目、そんなもんかな。多分ネイマールとかハム、この辺も絶対強いと思うんで、ぜひ使ってみたいんですけど、高額なんでね、ちょっとそこは難しいかなと思います。次ですね、ラファレオになります。はい、もう16万ということで、この動画撮った時点なんで結構早めに撮ってます。はい、前撮りで撮ってるんですけど、この時点16万でした。もともとね、めちゃくちゃ高かって40万、50万とか、もっと高額だったんですけど、すごいコスパになっててですね。やっぱりこれも一緒で、縦へのスピード、突破力があるのと、金の身のこなし、俊足もあってトリッカーもあるし、やっぱ鋭いパス持ってるのもでかいかなと思います。スタミナが低いんで、ある程度後になれば交代されるまでは結構対応しやすくはなるんですけど、やっぱ縦への突破力、迅速プラもあるんで、速さっていうところと、個人の打開力ですね、スキル5もありますし、その辺も含めてもやっぱ強いかなと思います。ペース95ありますし、フィジカルも84っていう、ちょっと高いんでね、その辺も含めて、スタメンだと、フォーク含め、マークスマンであったりとか、フィニッシャーとかで他を補えるっていうところもあるんで、ちょっと相手に出て嫌だなと思う選手ですね。本当おすすめ選手だなと思います。こちらも16万ってことで破格なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、次ですね。リュケレスなります。これレンジ加減まだ解放されてないんですけど、これも相手に出てめちゃくちゃ嫌な選手だなと思います。フィジカル90はあって、実際、この選手一人に、めちゃくちゃ点取られて負けた試合も、最近だけでもありました。はい。それぐらいやっぱり、組み合わせはめっちゃ難しいんですけど、本当にハマると止めれない選手。エアリアルもあって、シールドもあって、しかも縦への突破力、迅速プランもあって、で、フィジカル94っていう、スタミナも96あるんで、何回も勝負できるってところも含めてやっぱ強いかなと思います。ドリブルの重さはあるんで、縦にちゃんとうまいこと入ればいいんですけど、本当縦へコース開けてしまうと、そのまま打ち抜かれるっていう印象があるんで、超おすすめ選手になるかなと思います。組み合わせできる方はおすすめかなと思いますし、スパサブとしても優秀かなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね、イサクになります。こちらはスキル4逆足5ということで、高精度プラで、やっぱり逆5っていうこともあって、そのコースに入らないといけないというところと、イサクでかい割にやっぱ細かいのと、あとアドバンスフォワードプラプラっていうことで動き出しがめちゃくちゃいいですね。これ冷静さもありますし、ドリブル打ちもやっぱ高くて、シュートペースも十分高いということで、相手にいても厄介ですし、こちらも25万ということで、結構コスパにはなってくるかなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。相手にいて結構厄介な選手です。はい。で、次ですね。やっぱり、ハンセン。なんだかんで相手にいて嫌ですね。5-5でやっぱり何でもできるし、トリベラがめちゃくちゃ入るなっていう印象と、縦の突破からの、そのまま逆ファーに向かってのシュートもうまいですし、シュート90、ペース90、パス90、ドリブル92ってことで、全体的な数値も高くて、スタミナも90あって、ファーストタッチとリックアップだテクニカル、で、インサイドフォワードプラプラもありますし、彼の身のこなしもあって、本当弱点がない選手かなと思います。5-5っていうのはやっぱでかいなと思いますね。しかもこれが今70万切ってるということで、こちらも相手にいてめちゃくちゃ嫌な選手だなと思います。バペはもう強いんで、この辺ちょっと紹介省かせていただきます。はい。次ですね。メッシになります。これも、やっぱりメッシ、自分もこの前のメッシまでは使ったことあって、本当にボールの持ちやすさ、
含めて、何でもできるなっていうところと、前作より前もありましたけど、メッシ独特のパスっていうのも感じてて、やっぱりメッシのパス精度っていうのはめっちゃ高いなと思います。なんか独特なパスというか、これ出せるんだみたいなシーンがあったりとかするんで、今回のメッシもテクニカルプラド、テキタカ、鋭いパス持ってますし、個人の打開力含めて、やっぱりめちゃくちゃ強いなっていう印象がありますし、組み合わせがやっぱ難しいんで、そこまで使用率、あと100万、今切ってるのでもだいぶ安くはなってるんですけど、それでもやっぱり組み合わせが難しい中でメッシ使う方も少ないのは少ないんですけど、やっぱ相手にいてめちゃくちゃ嫌な選手なんで、あまり使いたくないなと思う選手です。本当強いんでぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね、ビニシウス。これも、自分も SBC で作りましたけど、やっぱ強いですね。特になんかストレーフがやっぱ速くなったんで、一瞬で置き去りできるなっていうところ、フィジカル67なんでぶつかったら負けるんですけど、そこも全然、ぶつかられる前にストレーフで抜けちゃうなっていう印象もあるんで、で、ドリブル値もやっぱ高いし、ペースも高いですし、インサイドフォワードプラプラということで、この辺も優秀かなと思います。アドバンスフォワードプラもありますし、ST としても使えるし、サイドとしても使えると。特に自分としては、やっぱり、ウィングですね。4213で今使ってますけど、めちゃくちゃ強いんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。迅速プラの金並みのこなし、ファーストタッチというところも、めちゃくちゃ優秀なプレースタイルかなと思いますし、得点源もちゃんとできるっていうところと、ラストパサーとしても問題ないので、優秀な選手かなと思います。はい。次ですね。ルーになります。こちらもやっぱ相手にいてめちゃくちゃ嫌ですね。もう70万台入ってるんだって感じなんですけど、スタミナ92で容赦なしあってロブ立つ高精度強シュートで、迅速あって高精度もあってでアドバンスフォワードプラプラで、キャムもシャドウストライカープレイメーカーもあるし、その辺の選択肢もできるよという風になっております。で、ペースも91、シュート92で、相手にいてもやっぱ結構厄介なんですね。やっぱパワーシュート弱体したと言ったからって、やっぱこの選手がめちゃくちゃ強くて、で、パス選択もできるし、フィジカルも強いのと、スタミナがなかなか減らないので、容赦なしでこの92なんで、本当1試合持つんで、そういった面で言ってもめっちゃ優秀だなと思います。相手にいてすごい厄介な選手な印象あるんで、あまり使いたくないなっていう印象です。はい。で、スミス。これは自分も FCS で使いましたけど、やっぱり今でも強いなと思います。ドリブルの細かさと、やっぱりビニと一緒なんですけど、一瞬の抜き去りができるっていうところと、高精度プラで、シュートはめちゃくちゃうまい。4-5っていうところと、はい。で、ドリブルも91で、シュートも92、ペースも90あって、で、フィジカルも81の、スタミナ88で、フィジカル86もあるんで、で、エアリアルも結構バカにならなくて、普通に、その身長差で勝つんだみたいな時もあったりするんで、あとトリックスターがあったりとか、ファーストタッチあったりとか、ラビットもあるんで、その辺も含めてめっちゃ優秀だなと思います。スミスめちゃくちゃ優秀なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。今の60万台っていうのも、ちょっとね、取ったタイミングが早いんで、もっと下がってるかもしれないし、上がってるかもしれないですけど、本当安いなと思います。はい。でですね。その辺になってくるかな。ジノラとかももちろん強いんですけど、やっぱりあとはここかな。ドログバ、今でもやっぱ強いなと思います。久々にドログバ使いましたけど、やっぱ長いの抜け感がやっぱいいですね。で、シールド持ってての長い、なんかギュケレスもそうなんですけど、抜けてからの相手にディフェンスぶつかって負けない。で、長いでやっぱスピードに負けないっていうところがやっぱ強いかなと思います。ギュケレス含めて、そこがやっぱ最強なのかなと思いますね。はい。なので、ドログバ、今でも十分強いなっていう印象あります。相手使えても嫌ですね。ただ、やっぱりゴール前で、自分もスミス、FCS の時は使いましたけど、ちょっと選択肢が少なくなる。ちょっとディレイされた時はしんどいなっていうところがあるんで、ゴール前でこねたいって時はやっぱドログバとかギュケレスじゃなくて、スミスとか、その辺の細かい動きができる選手の方がおすすめなのかなと。で、一瞬の抜きざり、カウンターとか含めて、長い選手で勝負したいんだったらギュケレスとかドログバがおすすめになるかなと思います。はい。
で、最後に、こちら SBC でサッカー作りましたけど、めっちゃ強いですね。高精度めちゃくちゃ入るなと思います。で、容赦なしもありますし、一試合持つのと彼の見逃しテクニカルもあってドリブル細かいですし、パスタッチもあって、パスもある程度できて、ドリブルも前ですし、ペースも速いし、何も文句がないっていうぐらい強いなっていう印象です。本当に、作ってよかったなと思えるような選手だなと思います。サラーと、悩んだんですけど、やっぱ容赦なし持ってるし、能力部分も含めてサカの方が上かなっていうのも判断して、作りましたけど、インサイドフォワードプラっていうのもあって、本当優秀なので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。作った方で、まだサブとかに置いてる方は、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、こんな感じかな。今自分が使われたいとか、自分が使って気になった選手、以上になります。他にもですね、今まで自分で使った選手いろいろありますけど、この選手も最後紹介しようかな。今、シモンズを、この動画の時にはまだできてないんですけど、エボってて、その、シールドプラと高精度プラつくやつ、シモンズ作ってます。この FC プロのやつもやっぱ使ってめちゃくちゃ強かったんで、それをはるかに上回るような能力とプレイスタイルになるんで、すごい楽しみにしてるんですけど、シモンズも超おすすめなんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね。質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画っていうことで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなのかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。
そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。